スイカ、パスも使えません。熊本のバスが全国で初めて交通系 IC 廃止に。その背景は、使われている半導体には台湾企業も関連していた。結局何使えばいいの？台湾人の疑問にも答えます。大家好、台湾人ジャーナリストのジョエル福澤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のニュースは、交通系 IC は終焉を迎えるのか。こちらのニュースを読み解きます。熊本県では2024年11月16日から県内のバスと電鉄5社で全国交通系 IC カードによる決済が廃止されました。廃止したのは九州三高バス、三高バス、熊本電鉄、熊本バス、熊本都市バスの5社です。機器の更新費用が経営を圧迫するとして決済方法の転換に踏み切りました。2025年3月に機器の更新が迫るのはおよそ900台。5社全体で費用は12億円を超え、行政からの補助を受けられないといいます。一方で新たな機器に変える場合はおよそ6億7400万円とコストを半分程度に抑えることができ、国や熊本市などからの助成で事業者の負担は2億円程度にとどまります。交通事業者側によりますと、2023年度全国交通系 IC カードで決済をした利用者は全体のおよそ4分の1にあたる565万人いるということです。台湾でもジョエルさんのもとにこのニュース反響があったそうですね。そうですね。台湾の観光客はね、なぜそういうスイカとかパスモとかなぜできないですかと、私に結構質問があるんですよ。それで私も何回も質問が来て吉村さんに聞きますのではい、今ですね、交通系 IC の廃止は地方を中心に広がっていると言われてまして、実はですね、このスイカとかって JR がやっぱり関連してますよね。そうですね。で JR 九州も実はタッチ決済の実証実験ひっそりと開始してるんですよ。嘘。そうなんです。新幹線はしてませんけれども、一部の区間で実証実験を行っていると。交通系 IC 廃止の流れを受けてか JR 東日本はスイカの機能拡充を発表。スイカをクレジットカードや銀行口座と紐付け、チャージ不要の後払いや個人間の送金ができるよう移動デバイスを超える転換に乗り出しました。なぜこの交通系 IC がオワコンと呼ばれるのかというと、日本の交通系 IC に使われている規格はNFC のタイプ F にあたるフェリカっていうものなんですね。そうですね。はい、NFC っていうのはもう規格のいろいろあるんですけれども、タイプ A、はい、タイプ B、タイプ F とあって、はい、タイプ F がこのスイカにあたるものです。で、はい、このタイプ F フェリカは日本とアジアの一部でしか使われていないソニー開発の半導体で、はい、国内の大手メーカーが製造していたんですけれども、富士通や東芝などが半導体事業から、撤退したことを受けて、現在は台湾のヌボトンテクノロジー社が製造しているということなんですね。そうです。ここが台湾とつながってくるということで、そうです。すごいですね。はい、で実際にですね、台湾の交通系 IC もあるじゃないですか。こういうコインとかあります。カードとか。これはどれになるんですか？台北市と高雄市の方は両方のシステムも違うんですよ。それで高雄市のシステムの方が今のクレジットカードできるものは一番近いですから、 iPhone とか携帯電話に入りやすいですよ。で台北市使うのヨーヨーカードの方は、日本の交通系の携帯持って、スイカとかパスモとかもうそれピーってできるでしょ。台北市のヨーヨーカードはそれできません。やっぱり国際観光としてはもっと国際的のものがやってればほかいいじゃないな。台湾の交通機関はこういう考え方なんですよ。いや、そうだと思いますね。日本でもやはり東京オリンピックを契機にやっぱりクレジットカードのタッチ決済が全国で普及したと思うんですよね。でこれをやっぱ一括してどこでも使えるっていうのが、利用者からしたら便利っていう感じですよね。
ただそれまでってスイカって乗車券、台湾の悠々カードもそうだと思うんですけど、乗車券でしか使えないというような意味合いなんですよ。はい、やっぱりそれがこうチェンジしてきてるっていうような考え方はあると思うんですよね。そうなんです。だからヨーヨーカートもちょっと地下鉄の方がもう買い物がヨーヨーカートもできますよというルートがあるんですけど、利用するの範囲はね拡大できない。要するにヨーヨーカートの会社と契約しないと使えませんので、マーケットシェアが小さいから結局手数料とかもかかりますので、店の方はあまり使いたくない。逆にクレジットカードのマーケットシェアが多いので、それで全部そっちに傾いてると思いますなんですよ。あとは世界基準で見れば NFC のタイプ A もしくは B を起用しているところが多い、特にヨーロッパの地域とかは多いというふうにいろいろ調べて、書いておりました。で、ここで気になるのが残念ながらタイプの互換性はないそうなんですね。ただ F を A に使うとか、そういうふうにできれば一番いいんでしょうけど、タイプの互換性はないということで、だからもう丸ごと入れ替えなきゃいけないと。あれ物理的だからもうしょうがないと思いますんですよ。台湾人はね、今熊本行くと交通機関使うの方がどうすればいいですか？熊本市電の場合はですね、一律料金なんですよ。なるほど。そうなんです。だから降りる時にね、クレジットカードもしくは QR コードのタッチ決済も、やると。バスの場合は、タッチ決済はですね、2025年今年3月からなんですよ。なんで現状ではまだ使えません。なので現金を持っておく方が安全です。ですよね。今はですね、今は。で、この熊本っていうのは実は全国でも初めてですね、バスの5社が共同経営に乗り出した先進的な場所でもあるんですよ。なるほど。バスっていうのはすごく赤字経営ですよね、どこも。やっぱ地域でどうやって路線を守っていくかっていうところがすごく問われていると今で、これまで法律でできなかったんですよね、共同経営っていうのが。なるほどね。そうです。それを改正されて初めて全国で、共同経営に乗り出したのがこの熊本県ということで、今回この交通系 IC のタッチ決済の廃止、クレジットカードで利用できるようにするという、世界的な流れを取り入れるというのは私としてはすごくトレンドに乗った新しい、いい話なのではないかなというふうに思いました。すごくいいと思います。だから細かい使い方とかもうちゃんと教えていただければいいじゃないなと思いますね。あとはその機器の更新には自治体の助成金も使われるということで、やはりですね、熊本に住む私としては私たちの税金がこうやって機器の更新にも使われているということで、お安く済むのであればそっちの方がいいんじゃないかなというふうには個人的に思いましたけどね。そう、これが一番ありがたい話だから、もうこれが私も絶対もう賛成しますなんですよ。どのように使えるかっていうところが台湾側にも今戸惑いとしてね広まってますけれども、一般的に利用できるようになればもっと便利で熊本を観光しやすくなるということで、今後普及していけばですね、市電とバス乗り換えってありますよね。こういうのの割引とかそういうのも打ち出していけるようになるのではないかなと思いますね。これはね、今台湾もそういうことをやりますよ。電車とバスで乗り切りの方がディスカウントできるわね。これがやりますので、そしたら例えば、旅行者、外国人旅行者とか便利になるのではないかなと思います。そうですね、期待しますよ。私は熊本と台湾のニュース発信しますので、皆さんチャンネル登録してね。我现在会跟大家讲有关熊本跟台湾的一些事情哦，记得登录这个我们的小铃铛哦。